んにちは、ゆうかです。今日は何の目的地もなく旅に出ています。最近は結構バタバタしていて、人に会う機会がすごく多かったんですけど、私は皆さんご存知の通り、一人行動が好きっていうか、一人で過ごす時間が好きなんですよ。いや、友達がいないっていうわけじゃないんですけどね。なので今日は都会から逃げ出して一人まったり軽バン旅を楽しみたいと思います。今日の朝、よし旅に出ようって外に出て車に乗った瞬間、雨が降り出したんですよ。ここまで雨の中ドライブしてきました。でもね、このパパクリッパキーホルダーのおかげでここまで事故なく安全に来れたんですよ。これ概要欄から買えるのでぜひゲットしてください。おすすめです。今日はこのまま軽バンで車中泊しようと思ってるんですけど、調べてみたらこの辺にいい感じの RV パークがあったんですよ。今はそこに向かっています。あ、これかな。あ、着きました何の看板もなかったから素通りするところだった。ここですね。すごい、誰もいない貸し切り状態だ。やったね。到着したんですけど、めっちゃ雨。さっきより強くなってないこれ。でもすごい人も少なくて郊外で雰囲気もいい感じです。よいしょ。よし。今日の車中泊動画はいつもとちょっと違う感じで撮ってみようかなって思ってるんですけど、いつもだったら絶対にカットするような準備風景とかそういうリアルな部分を撮ってみようかなって思います。今ここめちゃくちゃ荒れてるんですよ。見えてるかな。こんな感じで結構ひどい状態なんですけど、そういつも私がねカーテンを閉めて運転してる理由がこれなんですけど、もうね荒れちゃうんですよね。ここにあるのはまずじゃん、調味料たちです。競馬にあんまり調味料がないのでしっかりセットしたいなと思って、調味料とあとそれを移し替える容器とかいろいろ買ってきました。それじゃあ早速ですが、この調味料たちを入れ物に移し替えたいと思います。これまず砂糖を詰め替えるんですけど、何が何だか分かんなくなっちゃうからマスキングテープも買ってきた。もしね職質とか受けた時にこの後ろを見られて、この白い粉は何だって言われたら困るのでね、ちゃんとマスキングテープに書いておけばきっと安心です。よいしょ。私家族とかファンの方とかに会うのは全然楽しくていいんですけど、最近ねその他の仕事関係の人だったりいろんな人に会う機会があって、ちょっとね疲れちゃったんですよね。極度の人見知りすぎて、人と会った後に私失言してないかなとかいろいろ考えちゃう癖があって、今日はねそういうのから全部逃げてきました。携帯の通知音とかも鳴るとめちゃくちゃそわそわしちゃうんですよ。ピコンってなると名前が出るじゃないですか。そこで家族とかだったらいいんですけど、仕事オンラインとかが来るともう旅してる途中でもちょっと慣れちゃって嫌になっちゃうから、今日はもう携帯の電源も全部切ってきました。だからメッセージも何も受け付けてないです。これ入れるの下手くそすぎる。多分みんなもきっとあるじゃないですか。今日は休みだから遊園地行こうってなった時に仕事ラインが来るとテンション下がっちゃうみたいな。本当にお仕事はねありがたいことなんですけど、たまに逃げ出したくなっちゃう。いやでも本当にこのパパクリッパがあってよかった。私はこのパパクリッパがいるからこういう風にね現実逃避できたりするんですけど、皆さんはそういうオンとオフの切り替えというか、そういうのはどうやってやってますか？今ご覧になっている通り、私はねめちゃくちゃ不器用で砂糖を入れるのだけでもすごい時間かかっちゃうんですよ。
か人間関係とかもねあんまりうまくできないんですよ。よし、こんなもんでいっか。佐藤がやっと詰め終わったんですけど掃除が大変すぎる。アリさんが来そうだな。砂糖ができたので次は片栗粉を詰めていきます。片栗粉はね、実は私作りたいお料理があるから買ってきたんですよ。そう、さっきの話の続きなんですけど、私本当に不器用すぎて、なんかたまにいるじゃないですか、コミュニケーションがすごい上手い人とか。そういう人を見ると嫉妬じゃないけどいいなって思うんですよね。私もそっち側の人間に生まれたかったな。本当に私は容量が悪すぎて、今日もねフライパンをこの間パパクリッパに使い終わってお家で洗ったんですけど、持ってくるのを忘れちゃったんですよ。だからさっき急いでドンキに行って新しいフライパンを買いました。無駄な出費。でもね、色もめっちゃ可愛いから新しいフライパンゲット。ポジティブにいこう。容量悪いといえば、私こうやって動画を撮るときに全然うまく話せなくて、メイク中とか何もない時とかに結構頭の中でね、どんな感じで喋ろうかなとか考えて心の中でお話しするんですよ。その時はめっちゃうまく喋れるんですけど、いざカメラが回るともう何話したか忘れちゃって全然うまく喋れないんですよね。だからねこれも何回も撮り直してるんですよ。みんな本当にびっくりすると思うんだけど、オープニングとかリアルに10テイクぐらいしてるんだよね。やばいでしょ。なんか一人だからよかったけど、誰かがもしそれを聞いたら絶対イライラさせちゃうと思う。お、見て、片栗粉めっちゃぴったり。嬉しい。なんだっけ、砂糖じゃなくて片栗粉だやばい、本当に容量悪いどころじゃない次の選手は小麦粉。こういうのはね普段いつも家で用意して動画にはね絶対映してないんですよ。これ結構ねリアルなんです。実はこんな感じで準備しています。いつも私こういう家事とか作業する系がすごい苦手なんですけど、私のねお姉ちゃんは真逆なタイプなんですよ。家事もできるし人とのコミュニケーションがうまいんですよ。なんか初対面の人ともすぐ友達になれるし、なんかね友達がね1000人ぐらいいるんだよね。羨ましすぎる。おー気持ちいい。やばいできた。なんか気づいたら外がめちゃくちゃ暗くなってましたね。私どんだけ作業に時間かかってるんだじゃーん、調味料ができました。すごい、めっちゃおしゃれじゃない？この調味料があれば多分大抵のお料理はできるはず。この調味料は移動中は倒れないようにこのカゴの中に入れています。あと見てください、パパクリッパに新しいものが加わりました。これ何だと思いますか？この間イベントをした時にファンの方からもらったんですけど、なんとミニ冷蔵庫です。おー、すごい。パパクリッパに冷蔵庫が導入されました。今一旦仮でここに置いてるんですけど、どこに置くかはまだ検討中です。ここちょっと滑りやすいからね、移動中危ないかもしれない。でこの中にねコンセントが2つついていて、これが電源ケーブルとこれがシガーソケットの方ですね。でこのポータブル電源からシガーソケットで弾けるので、今日はこっちを使ってみたいと思います。この冷蔵庫すごいのが、ここにコールドとホットって書いてあるから、あったかいのと冷たいの両方いけるんですよ。しかもサイズ的に多分缶ビールが1本分ぐらい入りそうだよね。缶ビール専用冷蔵庫になりそうだな。いやまあ私は禁止中なので飲まないですけどね。セットできました。これね多分冷たくなるはず。ちょっと置いといてみます。一通り準備は終わったんですけど、外が真っ暗になってしまったので、今からサンシェードを取り付けたいと思います。このサンシェードは吸盤じゃなくて磁石になってるんですよ。だからこんな感じでね
ピタってくっつくんですよ。めちゃくちゃ楽ちん。結構これも強力なので絶対外れなくて、動いても外れたことないんですよ。このアイデアを出したのは私なんですけど、作ってくれたのは B ステージさんなんですよ。いやこれマジでね便利すぎてみんなも使った方がいい一瞬でほら出来上がるんですよ。すごくない？詳細はね B ステージさんに問い合わせたら教えてくれると思うので、欲しい方はぜひ聞いてみてください。よし、酸性度が晴れました。それじゃあ夜ご飯を作りたいと思います。今日の夜ご飯はマダイの天ぷらと、あとたけのこの炊き込みご飯です。じゃーん、マダイを買ってきました。最近私お魚が大好きで魚にハマってるんですけど、こんな感じで柵で買って、これを自分で切って天ぷらにしていきます。ちょっと料理普段からしなくて作り方が曖昧なので、クックパッドを見ながらやっていきたいと思います。私最近 iPad 壊れちゃって買い替えたんですよ。シャオミのタブレット、めっちゃ使いやすいんだよね。よし、それでは早速始めていきますか。まずは鯛を切っていきます。そう、私包丁も洗ってお家に忘れちゃったから新しい包丁を買ったんですよ。初めての出刃包丁。この間私メンバーシップ動画でマダイを一からさばいてみたんですよ。めちゃくちゃ難しかったんだよね。やっぱ出刃包丁は切りやすい。めっちゃ刃がスーって通りますね。その時ね普通の包丁を使っちゃったからめっちゃさばきづらくて、結構無理やりやったんだよね。よし、こんな感じで天ぷらサイズの大きさにカットしました。そしたら次はいつも使っているこの IH コンロを使っていきます。その前にボウルでフリッター液を先に作っておきます。フリッター液はどうやって作るんだ？小麦粉 20g、 片栗粉 20g、 塩 2g と炭酸水が 50g。 なるほど、結構難しいな。じゃあまず炭酸水を 50ml、 こんぐらいかな。この料理風景を映すために携帯で2カメをセットしたんですけど、もうね携帯の電源をつけたんですけどマジで見たくない。一応お休みモードにしたんですけど気になるよね。いや考えないでいこう。よし。いやでも本当にね、家族とファンの方だけは大丈夫なんですよ。なんかね、むしろファンの方には会いたいんですよね。次のイベントが5月16日のキッチンカーイベントなんですけど、ぜひ皆さん会いましょう。私が唯一普通に会える人たち。もしね気になってくれた方がいたら詳細は概要欄に書いておくので、ぜひ見てみてください。こんなもんか。お、できてきたできてきてはないか。フリッター液が完成しました。そしたら次はフライパンに油を入れて温めます。私天ぷらあんまり作んないから、天ぷらってあんま作る機会なくないですか？そんなことないか、私が作らなすぎるだけか。買う方が多いから自分で作れるかな、うまく。ここまでやって気づいたんですけど、これ炊き込みご飯から作った方が良くない？炊き込む時間多分30分ぐらいあるから天ぷらも冷めちゃうし、順番間違えました。今更なんですけど、ちょっと炊き込みご飯を作ります。火を取り直して、じゃーん、たけのこ。まずたけのこを切ります。たけのこはそんな大きくないサイズにカットすればいいって書いてあったので、その通りにやってみます。今のシーズンといえばお花見じゃないですか。桜もね咲き始めて、今日本当はお花見でも行こうかなって思ってたんですよ。でも調べてみたら今はまだ満開じゃなかったのでやめたんですよね。でも行かなくてよかった。今日めちゃくちゃ土砂降りだったから、行ってても全然桜どころじゃなかったかもしれない。うちの実家にねたけのこの山があって、昔よくたけのこ掘りに行ってたんですよ。なんかちっちゃい頃、その大きい竹は食べれないから取らないでねって言われてたんだけど、なんか反抗期だったのか大きい竹ばっかり持って帰って、お母さんによくこれは違うでしょうって言われてましたね。
もう一瞬でさ竹になっちゃって食べれなくなるって不思議じゃない？普通成長した方がいいのにね。タケノコの世界は厳しいですね。成長したらダメなんて。よし、タケノコは切り終わったので、次は炊飯器にお米を入れていきます。今日はちょっと多めに2合炊いちゃおうかな。そう、私のお母さんといえば最近ね、勝手にグッズを作って私の家に届けてきたんですよ。謎のどでかい段ボールが家に届いて、もう今ね足の踏み場がない状態なんだよね。それでね、作ってね、私に有価屋さんで売ればいいじゃんって言ってきたんですけど、みんな欲しいですか？お母さんのお手製グッズ。需要があるかわかんないけど、需要があったら売ろっかな。ちょっと皆さんの意見を聞かせてください。私のお母さんさ、昔から私のグッズを作るのが好きで、ちっちゃい頃からね、顔写真が入ったグッズを作ってたんですよ。で、私の顔写真のキーホルダーを作って学校に持ってかされたんですけど、私も仕方なくお母さんの言うことを聞いて持ってったんだけど、それがね、ある日突然なくなっちゃったんですよ。その日に友達にゆかちゃんちょっと大事な話があるから放課後ここに来てもらっていいって呼び出されて、なんだろうと思って行ってみたら、みんなの前じゃちょっと恥ずかしいかなと思ってここに呼び出したんだけど、これ多分大事なものだよねって言って、それを渡されたんですよ。もうね、思い出すだけで恥ずかしい。私の家にはね、私のグッズがめちゃくちゃあって、あらゆる世代のグッズがあるんですよ。だからうちに来た時はいろんな世代のグッズを紹介しますね。一日潰れちゃうかもしれないな。一番多いのは写真集。これね、0歳から0歳、1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、6歳って全部あるんだよね。やばいでしょ。よし。やばい、料理楽しいな。あんまりしないけどたまにやると楽しいですね。何でも作れる気がしちゃう。難しいのにも挑戦してみたいですね。じゃーん、できた。お水入れたらこんな感じです。あ、めっちゃいい匂いする。もうすでに美味しそう。ご飯を炊いてから30分ぐらい経過しました。あともう30分ぐらいで出来上がりそうなので、天ぷらの準備も始めたいと思います。もうね、車の中がいい匂いすぎて、この炊飯器の蓋を開けてみたいんだよね。まだ我慢我慢。あ、そうだ、今日マダイ以外にも春菊を買ったんだった。じゃん、春菊の天ぷらも作っちゃいます。今ご飯が炊けるまで30分ぐらい休憩してたんですけど、ずっとねお姉ちゃんと LINE をしてました。最近お姉ちゃんが引っ越してきて、うちの近くに引っ越してきたんですよ。だから結構ねしょっちゅう会っていて、この間も一緒にバッティングセンターに行きました。引っ越しもね手伝ったんですけど、結構大変で、お姉ちゃんがその引っ越しってさ、不動産に鍵を取りに行ったりしなきゃいけないじゃないですか。でそういうのもいろいろかぶっちゃって、引っ越し手伝ったはいいものの、私がねだいたい荷物運んだりして、もうほぼ一人でやったんだよね。めっちゃ大変だ。ちょっと待ってよ、集中。で引っ越し祝いで遊びに行こうってなってね、この間バッティングセンターに行ったんですけど、引っ越し祝いだし私がねお金も出してあげようと思って出したんですけど、帰ってから私の靴の中にお金が入ってたんですよ。返されちゃいました。天ぷら結構いい感じじゃない？見て見て、ほら。おー、おー、一つできた。よし。おー、いい感じに上がってきたぞ。よし、じゃーん、できたー。マダイの天ぷら、うまそうすぎる。よし、このまま春菊もいっちゃいます。
お、見て、春菊できた。あんま上手にできてないけど一応できました。やばい、車の中暑すぎる。車の中で揚げ物やるとやばいですね。めっちゃ暑い。真夏の車中泊してる気分。暑いよ。よし、できた。春菊も完成しました。ほ、見て見て、どうですか？初めてにしては結構いい出来栄えじゃない？美味しそうでしょう。食べたいでしょう。これはね、私のだからね。やばい、取られる。隠せ。ご飯が炊けました。ちゃんと炊けてるかな？果たして炊き込みご飯の結果はオープン。じゃん。おお、これは成功？お、多分いけてるかも。ちょっと待って、炊飯器がちっちゃすぎて詰め込みすぎちゃって、多分成功しましたね。よっしゃー、きたー。それじゃあたけのこの炊き込みご飯を盛り付けていきます。本当はね、ここにバターを盛り付けても美味しそうだったんですけど、ちょっと経費削減のため今日はなしです。よいしょ。そしたら最後にネギを盛り付けていきます。完成。めっちゃ美味しそうじゃない？それじゃあいただきます。あれ、なんか忘れてるな。あ、そうだ。へへへへ。それじゃあ現実逃避に乾杯。いや、これは違うんですよ。禁酒中なんですけど、今日はどうしても我慢できなくて飲んじゃいました。こんな天ぷらみたいな、間違えた。こんなテンプレみたいな言い訳じゃみんな許してくれないか。天ぷらの味付けは味塩。これを少し振って。いや、絶対美味しいよね、マダイの天ぷらなんて。この組み合わせやばくないですか？ビールとご飯と天ぷら、やばい。せいちゃんいただきます。うまっ。やばいなこれ。ご飯もめっちゃ美味しい。この美味しさを例えるなら、クリスマスと誕生日と年末年始が一緒に来たくらい幸せです。いや、やばいなこれ。この風味がいいですよね。めっちゃサクサク。これ本当に私が作ったご飯だよね。美味しすぎて信じられないんだけど。めちゃくちゃ美味しいんですけど、私1個やらかしたことがあって、炊き込みご飯作るのに1時間ぐらいかかったじゃないですか。でこの天ぷらもなんだかんだ1時間ぐらいかかってるんだよね。だから電気をめちゃくちゃ使ってしまって、ポータブル電源のあと残りの充電量が 2% なんですよ。この辺の電気とかも全部ポータブル電源から来てるから、この後落ちたら暗くなっちゃうかもしれない。走れば充電されるんですけど、食べ終わったら車を走らせなきゃいけないかもしれないです。じゃあ先に言っときます。電気が切れても続行します。暗くなるかもしれないので、覚悟をお願いします。これ今日は柵で買ってきたんですけど、もし自分で釣ってこうして天ぷらにしたらもう最高すぎるでしょ。今年の夏は釣りもたくさんやりたいなって思ってるから、絶対釣りたい。これなんか物足りないな。あ、そうだ、あれだ。てってれん、
私の作った名言グラス、これで飲んだ方が美味しいんですよね。危ない、忘れるところだった。今日めっちゃうまくいったんじゃない？どうだ。それじゃあもう一度乾杯。これもうこれがうますぎる。このグラスも概要欄から買えるので、いつもビール飲んでもなんか物足りないよっていう方とか、毎晩の晩食をもっと豪華にしたい方はぜひゲットしてみてください。そうこうしているうちにポータブル電源の充電が残り 1% になってしまいました。走行してないから 1% になっちゃったんだけどね。ちょっとこの後はね、もう電気とか落ちちゃう前に寝たいと思います。それじゃあごちそうさまでした。美味しかった。この後は水道で歯を磨いて寝る準備をしたいと思います。秘宝です。ポータブル電源の充電が切れてしまいました。でもね、あとはもう寝るだけなので、そろそろ寝たいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。めちゃくちゃ爆睡してました。昨日の夜はよし映画でも見ようと思ってリモコンも準備したんですけど、ポータブル電源が切れてることを忘れていて、結局何も見れずにそのままぐっすり寝てました。今日もね、あいにくの雨なんですけど、この後はちょっと外を散歩してみようと思います。見て見て、めっちゃ田舎じゃない？誰もいない山の中って感じ。もうまさにこういうのを求めてたんだよね。すごい今日はリフレッシュができました。いやでもね、今日は午後からまた仕事があるんですよ。だからこの後戻んなきゃいけないんだよね。本当はこのままもう何泊か過ごしたいんですけど、現実逃避はここでおしまいです。いやでも楽しかった。昨日今日はほとんど誰にも会わずに過ごせて、本当にリフレッシュできたし、気分転換になりました。いやでもね、みんなも頑張ってると思うから、私もまだまだ頑張りたいと思います。自分に打ち勝って拳を負けるな。この紫のお花めっちゃ綺麗じゃない？今度は桜も見に行きたいな。よし。はい、ということでのんびり気ままな軽バン車中泊旅でした。次回はね、お花見車中泊だったりとか、あと他のお料理とかも作ってみたいなって思います。ということで次回もお楽しみにしててください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。何この蓋。お、天ぷらもうまくできるといいな。天ぷらもっていうか、炊き込みご飯がうまくできたかどうかは分かんないけどね。これをこっちに移して、熱っ熱い熱い熱っ。
最近太ったからちょっとこの格好はずいな。来月はダイエット頑張ろう。いやこの組み合わせやばいな。ちょっと一回取っとこうハム太郎。たまに車中泊してるとトイレどうしてるんですかって聞かれるんですけど、私トイレ行かないんですよね。まあでも普通の方だったら多分 RV パークについてるのとかを使うと思います。ここもね一応トイレがついていて、さっきね行ってはないんですけど、見てみたんですよ。だから意外とトイレの心配性もなさそうです。お、見て見て、四つ葉のクローバー見つけれるかな。よく見たら三つ葉でも四つ葉でもなくない？これ全然違った。